テキランドジュンです。今回はね、こちらイベントに来ております。久しぶりにね、野良対戦やりましたね。昔からね、仲良かった響さんって方がね、クラクラ一回ね、引退してたんですけど、復活されたということでね、ちょっとね、顔出してきましたということで。僕にとってね、タウンホール16最初のね、対戦でしたね。ヒロヤさんとか、トキさんとかね、あと、ヤッターくんとか、弟子さんとかもいたかな。その辺の、普段ね、一緒にやってるメンバーのね、アタックも見れるかなというところで、早速やっていきたいと思います。はい、というわけでやっていきたいと思います。ちょっとね、2本、当たり前なんですけど、2本攻めてね、1本こけちゃったんですよ。で、これもねもうなかなかカオスな展開になるんですけどね、もう、新要素もりもりでの全開ですね。もうカオスすぎるっす。ここは、一応ここね、一応プラン通りで全部ぶち込んで1体だけ残して、残り全ぶっ込み。ちょっとタイタンだけ出すタイミング遅れちゃった。前もやっちゃったんだよな。タイタン普段使わないから、タイタン投げるタイミングがずれちゃうんだよな。で、クイーンのための穴開けすんの忘れたので、クイーン戻っちゃうんすよね。本来クイーン下側の通路歩かせてタウンホール打てるようなね、ルート考えてたんですけど、本体と合流してしまうと、これぐらいならまだ、リカバリーできる範疇かなと思って攻めてたんですけど、結果このルートライダーがバカ強いっすね。ルートライダーと、ウォーデンのね、ヒーリングトームも今回は序盤入ってた形かな。ルートライダーも12時間もくるくる動いてますね。で、タウンホール近づいて、穴をどんどん開けてくれると。一応フリーズとかレイジとか打ってあげて、あとは焦るだけですね。残った防衛説、デビドラとかバルーンを、ね、ジャイウィズとかをいろんなところで各地投げていくと、囲えていくと。もともとこういうような削りを、空飛がね、想定通り行っても考えてたので、空飛が下行ったらこれ、このままだし、上行ったんで上と合流しただけっていう形で、結果的には、プラン通りに、下が残ってるクイーンが壊すはずだったところ。こういうところもジャイウィズで刈り取ろうとか思ってたんで、今回ジャイアントのね、採用が非常に増えてるんですけど、かなり、ルートライダーが死なずに穴を開けてくれたので、クイーンが逆行ってもね、ルート整備をしてくれた形かな。クイーンクロック余ったので、個人的になんですけど、ちょっとまだね、レベル1のジャイアントアローを実践的に組み込むのが微妙だなと思ってるんで、クイーンに関してはね、アーチャーが出るやつ使ってますね。クロークで HP 回復できないのが結構感覚ずれちゃうんで、てるんですよね。まだ僕治ってなくてというか、クロークで HP 回復しないの結構辛くないですか？ちょっとまだね、火力の低いレベル1なんで、対戦ぐらいはこっちをつけておこうかなということで、こっちをつけてます。火力も低くなっちゃうしね。さあ続けてヒロヤさん見ていきましょう。テスラ、一生懸命アタックだったと思うので、この辺は、テスラの方はしっかり先に起こしつつ、ステルトインビジブルをクランジョーのところやっていくような形ですね。はい。クランジョーマルチを狙っていきます。素晴らしい。これは両方決まりそうですね。で、キングの方を6時に誘導しつつ、クイーンをタウンホールの方に向けて進めていくようなイメージになります。新しい何かはそんなに使用してない感じかな。今まで通りの攻めを16で合わせてやってってるって感じかな。こういうところも、ジャイアントガントレットだと、リクスケルトンをね、一撃でドフンとやってくれるわけでしょ。で、ここも、投石打ってる間にテスラが折れてってことでしょ。で、フェニックスも採用されると。いいアイゴレですね、これはね。からの、追いアイゴレプラス、キングの方にもジャイストライカーで相手のキングの方ね、かなり HP 削ってバルキリー追加。で、クイーンの方 HP 超ギリギリまで落ち込んだんだけど、なんとかここは耐え。で、クイーンはここはモノリスにターゲット取られたので、クロークを避けつつ、で、ロイヤルチャンピオンサイドカット合流のような流れですね。クロスボウもバルーン出してたんですけど、ちょっとここは売り切れずか。大工偉いな。で、タウンホールが触れるってなったので、ここはクイーンで落としに行きましたね。シューターも残ってるんでね、シューターの中身で任せてもよかったシーンかなというところですが、確実にタウンホールを取り切るという形で使っていきました。で、ヘイストからのラバストライカー、トームを12時ラバルかけてます。バレーンも新レベル来たことでシンプルに強くなってますよね。防衛施設がどんどんレベル上がってるのに、バレーンの方はずっと上がらずだと、バランス取れないということでね。バレーンの方も新レベル追加されましたね。
で、真ん中マルチ IT とかを数で押し切っていく。まあ、フリーズをタウンホールでね、2発分使ったんで、この辺ちょっとフリーズない分が苦しくなってるところかなと思います。さあ、マルチアーチャータワー VS バルーンというところですが、どうでしょう。マルチアーチャータワーの強みは3体までターゲット取れることなんですけど、3体以上のバルーンで囲ってしまえばと。結構こういうシーン、開発ビルドでも触ってたもね、多かった感じしますね、僕も。まあ、強いは強いんだけど、どっちかっていうとなんか、クイヒーとかで単体に対して3本の矢を撃つ方が強かった印象。そして序盤からずっと取りたかったクロスボウが最後まで復活して、ラスボスになってますね。キングが殴ってね、そういう隙を見てバルーンとか追加して鬼に何度も言ってたんですけど、そこは売り切れず。で、これもね、ちょっと時間ギリギリのアタックだったんでね、ライブで見てた時、きわいところではあったんですが、最後しっかりウォーデン生き残ってたので回収ができました。さて、S さん見ていこうと思います。クイラバですね。クイラバなんですけど、これ突ビズするんですよね。面白い。15が始まった時もね、実はね、LP って人がね、クイーンウォーカーズナビにね、最初入ってて、その時最初の方やってたのがね、この突ビズのクイラバやってましたね、ずっと。出てくるのは防衛タイタンというところで、ここに落としていきます。突撃艦ウィザード。クロスボウ2本とマルチ IT が折れる区画というところで狙っています。で、マルチ IT がちょっとね、隠れてしまったので危なくなりましたが、しっかり確保と。で、援軍の方も全部釣り切ることができました。ちょっとタイタン嫌な角度なので、これ、ユニコーンにもダメージ入っちゃってますね。援軍はポイズンなしか。なるほど。タイタンとかならポイズンなしでいけるっていうところもあって、呪文を結構使ってしまう初手なんですが、クイラバとのね、相性もその辺呪文結構使っちゃうってなると、怖いところはあるんだけど。そうなると、レイジは残り2発。プラスのスケルトンの呪文を多分9時でね、シングル IT のターゲットを取るみたいな目的で使われると思うんですが、そうなるとマルチアイチャータワーもね、結構厄介ですね。こういうところはね、レイジ使えないので、うまいですね。しっかりストライカーさして、火力が低いんで、防衛施設からのターゲットは大砲のみだけど、ヒーローで火力が上がってしまうっていうところは、ヒーローの方を処理してしまえば、レイジを使わなくて済みますからね。スニゴブを9時にカット入れています。ここからキング登場。キングと当たるところ、ここも防衛施設のターゲットはないんですが、レイジまで追加していく。スケルトンの呪文を置いて、多分これはね、結構時間を意識した形かなと思いますね。どうせ次レイジ打つし、みたいなところで、キングにね、HP 高いんで、クイーンの火力を上げないと、かかる時間も相当増えてしまうというところ、そしてクイーンの方は、これ、逸れてしまうんですね。かなりしんどい展開ですが、諦めて3時からラバル展開を開始していきます。結構ここが対地のクロスボウっていうところと、大砲もね、空には関係ないですからね。テスラがめっちゃ固まってる。ここはロイヤルチャンピオンにヒーラーがずれたのを見て、ヒールレイジをヒールじゃないや。レイジフリーズをそっちに追加していきます。イーストかけてからのウォーデンのドームですが、これは通常のものかな？多分みんなサブアカできてんのかな？で、ロイヤルチャンピオンに関してはタウンホールの方真ん中触ることができまして、落とすことができそうですね。素晴らしい。てか、16からさ、ギガテスラ精度なくなって、まあギガテスラついてるんだけど、レベル上げ、タウンホールのレベル上げ精度なくなったらめっちゃいいよね。上げるだけでいきなりマックスレベルのタウンホールっていうことで、ファーミング的にもだいぶ楽になりますよね。あの精度、まあ出た時は確かに、タウンホール12スタートだったけど、出た時は上げるメリットあるけど、そろそろいいじゃんと思ってたところだったから、ありがたいよね、あれ。せっかくなんでね、響さんのアタックも見ていこうかなと思います。61天才のラバルですね。6時にアーチャー追加、ガーゴイルカットからの、61は真ん中になるのかな？真ん中ですね。呪文タワーと、マルチと、モノリスを追っていって、スニゴブ。イエティからのクイーンを展開して、これは穴開けは、やつでやっていくのか、さては。来ましたね。こういうところ強いっすよね。穴を開けてくれます。これスーサイドに組み込むのもかなりね、試したんですけど、結構強いなって感触はありました。さあ、クイーンの方を、盾プラスウォールブレーカーを両方やってくれると。そしてここ一瞬の、このジャイアントアローって、
ターゲット一瞬変わって怖くなりましたが、タウンホールを殴ってる時とかこういうのもね、時間だいぶ短くなるのと確定な数がね、減るんでね。タウン数歳とか今みたいな使い方めっちゃいいですね。これボマー差しかなこうなると。アーチャータワーにバルーン追加。水塔の方まで流れで降り切りたい。まあ、ボマーここ使わなくてもいいか別に。アーチャータワー降るよってやつですね。ただ、イーグルじゃない、いいのか。イーグルの方からボマー差しつつ、ロイヤルチャンピオンと合流。ロイちゃんのヒーローペットはディギーですね。ディギーをつけて降り切ります。そして、10時から1機のラバストライカートム。ストライカークイーン入ることで、12時の方の対空砲も数で押し切っていくことができる。レイジフリーズが2発型残ってるので、まあ、9時にほぼほぼレイジを置く形になるかな、ここ。フリーズかけつつ、レイジ置いて。強いっすね。大量のバルーン残りつつ。あとはポイズンタワーのターゲットがね、もう拾えなくなっちゃってるので、まあ、体で受けていくしかないんですが、まあ、残ってるのがシングルインフェルノとね、ダイクなので、まあ、ウィズとやっぱ降り切った方が終点は楽にはなるんだけど、ここは中央バルーン溶けてくが、ボマーが、まだ緑なんですけど、この人。ボマーが強すぎるなぁ。ボマーだけでも全開取れますね、フリーズあるんで。シングルインフェルノの方はバルーンがターゲット取ってくれつつ、ボマーが強すぎる。同感と。フリーズいらなかったっすね。これはスーサイドのルートも非常に良かったし、ラバルルートも非常に良かったし、まあ、引退してたみたいですけど、全然プランは。僕の動画ね、見ててくれたみたいなんで、引退してる時も。脳みそは劣れてなかったですね、全く。クラクラ脳っていうところでは、全く、現状維持というか。いいリプレイを見ると、脳みそは、クラクラ脳は残りますね。ひろやさん2本目見ていきましょうか。ヒールの入ったスーサイドラバルですね。まあ、結構、ひろやさんっぽいというか、ランチャーラバルなんですけど、もともとやってたような攻めを16でもやっていくみたいなやり方ですかね。イーグルキング使って奥のマルチ IT に対してウッドランチャー転がしていくっていう、まあクラスがよくやってたあのやり方ですね。キングにキングがぶつかるので、ストライカー合わせつつ、巨爆ストライカー死んでいく追いのストライカー、しっかり見えてますね。ここはまだフィストは使わず温存して、ギリギリまで耐えていく。フィスト使っちゃうと、今のだとどうかわかんないけど、おでんゾーンのターゲットとかがランチャーに入ることを危惧したのかな。早めの移動でね、処理して移動しちゃうことで。で、スケルトンとロイヤルチャンピオンを6時に合わせて使って、ここはインビジブルまで合わせていきます。かなりいい形でスーサイドができてますね。そうなると、ラバルパートが9時から12時まで一直線、綺麗に一直線作れてます。そしてエアスイーパーも全く関係ない方向というところ。ポイズンタワーのターゲットはタウンホールに向かって投げていって、ちょっとこれだけしんどいんですが、そのためにヒールを持ってきてますね。これをタウンホールポイズンと合わせてトームを乗り切っていくんですが、追加で奥でね、マルチ IT と戦わなきゃいけないっていうところで、この辺のケアするためのヒールだと思います。ここに打つんじゃないかな。どうだろう。終点にすんのかな。捨てるか、これは。捨てましたね。ヒール打ってもいいシーンかなと思いましたが、ここは捨てていって、裏のバルーンを守っていくような使い方にしていきそうですね。はい。ただ、マルチ IT のみになって、投石機を突破して、ウォーデンとかはなくても、こっちはヒールを使えば突破できるでしょうという挟み込みの意識ですかね。フリーズあるんですが、ここは打たず、3時にフリーズフィニッシュと。強い。タウンホールまでをボーデン付きのラバルで見て、反対サイドのマルチ IT は、タウンホールポイズン受けて、まで延命する価値はないかなと判断し、使い捨てラバルとして、12時からの新規のウォーデンついてないラバルの方をヒール使えば突破できるでしょうというプランでしたかね。例えばだけど、こういうのもさ、タウンホールのトームに合わせて、オーデンのさ、ヒーリングトームがレベル上がってる状況だったら、ここ使ってあげて、ヒールがずっと続くから、あとはフリーズで封殺とか、オインのヒールをかけてあげる必要があるとか、ちょっと微妙だけど、そういった使い方もできそうですよね。やったさん見ていきましょう。やったか1本だったかな。
タウンホール真ん中にあるので、そこに向けて突撃艦をドッカーンと飛ばしていく、スーパーバーバリアン編成ですね。まあ、この辺も、ババアもね、新レベル、ちょっとまだ今回上がってないですが、来てるので、スーパーバーバリアンも新レベル出るってなると、また、強くなってしまうのか、こいつはって感じですよね。今ですらね、スーパーバーバリアンが環境を、タウンホール15はだいぶ最後スーパーバーバリアン環境になったんでね、その辺の新レベルがどれほどの影響を及ぼすのかみたいなところもちょっと楽しみですね。さあ真ん中マルチアーチャーター HP 高いな。簡単に折れそうで折れない。反対の投石もしっかり折れたんですね。これはもう突撃感が強すぎて、さすがに勝ち確かな。防衛援軍もエレクトロタイタン、美味しい。強すぎるな、この突撃感。これもうだってタウンホール15だもん、残ってんの。16要素あんのはもうこの弊社と鍛冶屋ぐらいですよ。こんなもん関係ないからね、防衛。スーパーバーバリアン削りに行って、オールブレーカー両サイド開けるってなると、これは、キングそうだよね。別動体で使ってくんだ。結構重そうだから、これキング使ってっても、こっち使っても良さそうと思ったけども、別々に使って、アイゴレアイゴレで進めていくって形かな。そうなると結構終点がね、ロイヤルチャンピオンプラスキング学院どっちかは届いてほしいなって感じですが、まあ、シングルインフェルノなので、ここはスーパーバーバリアンでヒーローとかクロスボウのターゲットを取りつつってやり方になりそうですね。キングの方はお釣りで、まだフィストを残した状況でまだ回りそうです。オールブレーカー使って2層目開けていきたいところだったんだけど、ここは開かず。アイゴレもちょっと不発に終わりましたね。見習いオーデン追加してることで、ここクイーンの HP だいぶ高く保ててるんですが、ここから一気のスーパーバーバリアンラッシュ、フィストも使って囲い込んでいきます。緩急が大事。さあ、タイタンの方もしっかりターゲットを拾ってくれつつ、ロイヤルチャンピオンは出さずにこれは終わりそうですかね。いろんなユニットすべて出し込んでいきつつ、フリーズ使ってキングとクイーンが合流していきます。対空砲にもしっかりアーチャー当たるような角度で投げ込んでますね。まあこれは初手の突撃感が強すぎたんで、もうあれできたら、大体どういうやり方しても全開になるかなぐらいの圧倒的全開ですね。ロイヤルチャンピオン余しての全開ですが、そうっす。ただね、せっかくイベント来たんで、普段見れない方のね、新しい攻めとか見たいなと思ってたら、一番にいいものがありました。ルートライダーですね。クイヒーのルートライダー編成。強いっすよね。これシューター爆アドすぎるな。まあ、マルチアーチャータワーがね、結局、言うてもアーチャータワーなので射程が、シューターに弱いですね。大砲もそうだけど。これはボコボコですね。シューターパートの爆アド、いいホーミングチェック。ここはフリーズ欲しいんじゃないか、どうだギリギリ。まあ、さすがに必要なシーンでしたね。テスラも絡んでるっていうところと。で、キングは6時に展開してサイドカットをしていきます。2層目までオールブレーカーで繋いでいく。ホーミングチェックさらに付け足しつつ。援軍釣りのホグですね。いいですね。で、ソラスケルトン。ホグ釣りのメリットこういうところありますよね。ロケバルとかがクイーンじゃないところでターゲット取れたり、例えばスーパーガーゴイルとかのターゲットとかもね、ホグとかにターゲット拾ってくれると、ポイズンとかフリーズの準備もできますからね。だったり、まあもちろん、アイゴレだったりラバハンドだったりを簡単に外で先に処理ができるっていうのも強みの一つですね。で、結構ね、この対戦見て思ったのが元からかもしれないけど、ちょっとキング、タウンホール起動しないでください。起動はしていく。まああんま関係ないから、ここに来たら。ラバハウンドがやっぱ防衛援軍としての弱体化入ったじゃないですか。パピーの数が減るっていうね。それによって、対戦相手ラバハウンド入ってる配置がなかったレベルで、なかったんじゃないかな、多分。見てないんだよね。元々の、ラバハウンドをあんま使うクランが、こういう野良対戦だと少ないのか、
どうなのかちょっとわかんないんですけど、ラバハウンドの採用率っていうのはちょっと減っていきそうな感じもあるかもしれないですね。まあそれでもラバハウンドの役割としては全然あるので、完全になくなるかっていうとそうではなく、普通にまだまだ防衛援軍ラバでも強いかなとは思うレベルですかね。これすごいね。ルートライダー、全然死んでないよ。タフだね。クイヒーのスーパーホグとかだと、スーパーホグ一体もやられず最終区画へみたいなことってまあないんですけど、ルートライダーが強すぎる。さあ、ダブル巨爆。うわ、もう4枚目の巨爆。1、2、3、4と4発食らっても知らないっすよ、一人も。つんよ。バック4つありましたからね、ここ。さあ、ユニットもかなり余っての前回。いや、この編成ほんと強いよね。ユニットもたくさん残ってのナイス前回です。最後はこちら見ていこうかなと思います。ルートライダーの入ったサービス終了編成。結構ルートライダーがボックス陣に相性いいんじゃないかっていう風にね、なってますかね。61に関しては、まあ、大砲投石じゃないかな。どっちかのここおるんじゃない。クイーン絡めるからクイーンの方かな。クイーン6発で落ちるんですよね。ここじゃない、さすがに。そうですよね。天才がね、ライトニングのレベルが上がったことと、ヒーローってヒーロー装備つけてないと、ステータスとか弱いまんまじゃないですか。なので、6発で落とせるんですね。ロイヤルチャンピオンに関しては7発っていうところで、ライトニング系のね、評価も入ってますね。さあ、ここは、すべてのユニット、まあ、ほぼ、残し、ストライカーとガーゴイル以外はね、つぎ込んでいっての一気の初手トームです。まあ、サービス終了の典型的ユニットの使い方ですね。で、スケルトンを置いてからロイヤルチャンピオン。反対サイドの投石に関しては天才でケアしてるので、残ってる方のサイドをロイヤルチャンピオンでケアしてという形ですね。で、サービス終了する上で僕結構ね、あんまやんないんだけど、大事だなってちょこちょこね、練習してたことがあるので、選手時代とかもね。タウンホール裏が結構大事ですね。タウンホール裏の施設が、タウンポイズン受けながら、強い施設とか残ってると、途中までの形綺麗でも裏の施設によって焼かれて死んじゃうってことが結構多かったんで、タウンホール裏がこうやって防衛施設が迫撃砲と、まあ言うてもキングぐらいなんで、今回はかなりサービス終了するにはいい配置なんじゃないかなと思います。貫通もしっかりできてタウンホールの方を、なんとか中央部隊で拾っていきたいんですけど、なかなか折れない。キングにターゲットされてたのかな。で、何かがギリギリ取ったね。オーデンかな。多分キングのターゲットはキングにそれてたと思うんで、オーデンだけがね、必死にタウンホールを打ち続けてくれましたかね。で、ちゃんとキングの友の対策というか、そういう感じでスケルトンの呪文も持ってきていってというところでした。ルートライダーに関しては真ん中、最初にね、穴開けの役割を作ってくれてましたね。まあ、ゴーレム兼穴開け役みたいな感じで、このウッドランチャーの穴とは別のところの穴を開けてるのが、ルートライダーの役割ですね。序盤この辺の穴を開けてくれたりとか。さあ、クロークも余ってのナイス全開でした。はい、というわけでね、本日は野良戦やっていきました。イベントね、呼んでいただきまして、いろんなアタックを見ることができました。面白かったですね。なかなかタウンホール16始まったばっかなので、どういう攻めをすればわかんないよって方もいれば、今まで通りの攻めをね、やれば普通に16で強化されたユニットもいるし、逆に新しいユニットね、ルートライダーとか試して強いねっていうのを見たりとか、まだまだファーミング進んでないんでね、試していきたいことだったりとかたくさんあると思うんですが、面白いアタックも多かったですね。はい。僕ちょっとね、野良戦超久しぶりでやっぱり 5V5 する人って野良戦って普段やらないと思うんですよ。久々にね、野良の対戦やってますね。これしないと鉱石が手に入らないっていうシステムはちょっとめんどくさいなって思うところもあるんですけど。なのでちょくちょく僕も回さないといけないなとは感じています。はい。というわけでね、本日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、お願いします。またでしょう。さよなら。